おはようございます。今週も人間をやります。ちょうど1週間前の朝めっちゃ涼しかったんですよ。気温も21度しかなかったんで、やけどなんかまた暑くなってない。最低気温も24度とか25度とかあるし、何よりね湿度が高すぎる。でちょっとこれ見ていただければと思うんですけど、これ一番上が絶対湿度って言うんですよ。で人間にとって一番快適な数値が11なんですよ。それが今、19.1。これはちょっと高すぎ。多分シャワー浴びた後っていうのと、あと手で持ってるとこの湿度上がっていくんですよ。多分この手の水分のせいかな。でシャワー浴びる前でもこの数字が17以上だったんですよ。でこの17を超えてるっていうのは6月7月とかに冷房を全くつけてない時の湿度と同じぐらいの高さなんですよ。それはなんかベタベタするわ。昨日の夜もなんかもうベタベタすんなみたいな。で気温がそんな高くないせいでエアコンもあんま動かないんですよ。この湿度がねマジで不快やな。部屋の中を冷やすために一旦冷房の温度23度にしました。もう26度やと風がたまにしか出てこないんですよ。今日は3時に歯医者行くんで、その前にリーバイス裾上げ出しに行きます。やっぱりこの裾上げ方法をチェーンステッチに変更することにしました。いや僕自分がこだわり強すぎる人間っていうのを忘れてましたね。ついつい忘れちゃうんですよ。僕人に見られるかどうかっていうことよりも絶対にまず自分が納得したいっていうのがあるんですよ。別にそれ人に見せるとかがなくても。しかもなんか裾上げちょっとガタついてんねんな。あと長さもうちょっとだけ短くしよう。だから今日は朝の散歩はしないです。外に行く予定があると確実に1万歩超えるんですよね。冷房をガンガンにつけたことによって湿度が一気に下がりました。今からカフェラテ飲みながら90分作業します。今日は作業早めにスタートしたんでもう終わりました。で僕先週エポスカード不正利用されてたんですよ。でなんと楽天カードも不正利用されてるということに昨日気づきました。9月19日に2623円海外キャッシングされてますね。で利用国がフィリピンってなってます。現地利用額1000ペソ。やばい、僕クレジットカード2枚しか持ってないのに2枚とも止めなあかんやん。めんどくせえマジで。とりあえずエポスは一生電話つながらないんで、まず楽天から電話します。なんか電話切れたって。てか楽天カードって海外決済できないはずなんですよね。現地決済はできるんですけど、海外のサイトで楽天カードを使うってできないんですよ。前もって楽天に電話しとかないと不正利用疑われてロックされちゃうんですよね。やのになぜか海外キャッシングされてるっていう。どうなってんねん。はい、物理カードはあります。エポスカードやっと電話つながりました。電話かけた瞬間電話切れるんですよ。だから何回も電話かけまくってつながりました。で折り返し電話かかってくるっていうことなんで、それまで待ちたいと思います。もう 100% 不正利用やから。スクランブルエッグ作ったんで、あとはささみ焼いていきます。昼ご飯です。もう飽きるまで毎日これ食べます。昼ご飯は固定してるんでいいんですけど、夜ご飯がね毎回決めるのが大変なんですよね。最近食べたいものがほんまにないんですよ。マジで誰か決めてくれって感じ。いやもう正直うまけれ何でもいいみたいなとこあるんですけど、でも結局何でもよくないんですよね。よく親に聞かれたでしょ。晩ご飯何がいいって聞かれて何でもいいで、それで出てきた料理に文句言うっていう最悪っすよね。その可能性が高いなって思ってます。僕海外行った時しか使わないようにしてるカードなんで。ということでね、不正利用解決しました。物理カードがない状態でキャッシングしようとしてもやっぱり4桁の暗証番号って必要になるみたいなんですよ。でそれが入力されたことになってるらしい。ってことは暗証番号が漏れちゃってるってことなんですよね。てか楽天カードの不正利用もフィリピンだったんですけど、これもフィリピンでしたね。絶対今年の1月行った時に俺情報抜かれてるやん。でもなんで今更使ったんやろ。はい、お金は払う必要なさそうです。でカードはもちろん作り直しですね。歯医者行く前にフロスして歯磨きます。僕いつもなんで午前中に歯医者行ってたかっていうと、歯医者行く前にちゃんと歯磨くのがめんどくさかったんですよね。で僕いつも朝ごはん食べへんから何も食べてない状態で歯医者に行ってたんですよ。歯科衛生士の人からしたらどうなんですか。歯を磨かずに来てもらうのと歯を磨いてから来てもらうのってなんかやっぱ食べかすとかあるの嫌じゃないですか。夜ほどは丁寧に磨かないです。はい、そしたら今から四つ橋行ってまずジーンズの裾上げ出してから歯医者行きたいと思います。
心斎橋着きました。こっから四ツ橋まで歩きます。マジで暑いな。全く秋の気候ではない。ここのビルですね。2階か。はい、裾上げ出してきました。で仕上がりが4時らしいんで、歯医者終わってから来たらちょうどいいですね。天王寺来ました。歯医者行ってきます。歯医者終わりました。また四ツ橋行きます。ちょうどいい時間に着きましたね。はい、受け取りました。めっちゃ綺麗な仕上がりです。洗濯のボタン押すの忘れてた。晩ご飯です。今日はガーリックライス作りました。結局これかい。チェーンステッチで裾上げし直したリーバイス、早速履いてます。で長さもね 2.5 センチさらに短くしました。いやでも全然短くなった気しないんですよね。とりあえず裾上げはし直してよかったです。で値段は1500円でしたね。おはようございます。今日は朝の涼しい間に散歩行くか。今日は雲一つない快晴ですね。最高。めっちゃ爽やかな朝ですね。気持ちよすぎるな。やっぱここは晴れの日に来るとめちゃくちゃいいな。さあ帰ってシャワー浴びるか。昨日はちょっとイレギュラーな日だったんですけど、今日からはまた普段通り過ごせそうです。5分後に作業を開始します。はい、というわけで今から90分作業します。味噌汁とスクランブルエッグはもう作りました。七味の減るスピードが速すぎる。これ買ったん 2,3 週間前な気がすんねんけど。昼ご飯です。ちょっとケチャップかけすぎた。てか先週からささみ食べてるんですけど、思った以上にめっちゃうまいです。まず塩コショウがうまいんですよね。もはやウインナーよりうまいかもしれん。しかも体にもいいし。今からポケモン見たいと思います。今から英単語の勉強をやっていきます。しゃあ今日もやりきった。今日はもう晩ご飯作るもん決めてるんでスーパー行きます。今日はカレー作ります。ナスビ4割引きで買えたし、でパプリカも結構傷んではいるんですけど半額で買いました。てかパプリカ1個280円って高すぎひん？うわー、この辺ちょっと腐ってるかも。めっちゃブニブニ。でも丸々1個いらんからな。オクラ結構デカめに切ってもカレーに溶けるんですよね。てか全ての具材溶けるな。だからナスも結構デカめで切ります。どうやらブヨブヨでも完全に腐ってるとは限らんらしい。いやでもここちょっと怪しいな。触った感じ気持ち悪いから切り落とそう。ここだけは食べるのやめとくわ。準備完了です。そしたらカレー作っていきます。今日は鶏肉じゃなくて牛肉で作ります。ちゃんとカレー用の牛肉買いましたよ。うわ、もうこれだけでうまそうやもんな。で牛肉すぐ火通るからめっちゃ楽。だからカレーとは思えんほどに具材がおしゃれですね。舞茸ちょっとデカめで入れてもいいかもな。舞茸がね食感めっちゃいいんですよね。もういいかな。これで煮込んでいきます。そしたらルー入れていきたいと思います。ルーがやばいぐらいサラサラ、スープカレーみたい。じゃがいも入れてないから全然ドロドロにならないんですよね。じゃああと10分だけ煮込みます。しゃあ6連勝で25位。晩ご飯です。うまそう。手上げレッタッキャース。うますぎ。でかい牛肉が最高ですね。おはようございます。白湯飲んでから散歩行きます。朝はめちゃくちゃ気持ちいいな。明日からしばらく雨っぽいんであんまり散歩できなそうですね。そしたら今から90分作業します。
昼ご飯です。スーパーに食材買いに行ってたんでちょっと遅くなりました。ささみ焼くの意外と結構時間かかってるわ。多分10分ぐらいは焼いてると思う。鶏もも肉と違って焼いた後に切る必要はないんですけど、でも焼く前に筋取ってるからな。だから時間的にもも肉焼くのとあんま変わらんかもな。味噌汁僕ちょっと前までは夕方に作ってたんですけど、ちょっとサイクルが狂って今昼に作るようになってるんですよ。だから昼ご飯作るのに結構時間かかっちゃってますね。だって4品作ってることになんもんな。できれば昼ご飯の準備は20分で終わらせたい。今これ1から作るのに30分ぐらいかかるもん。いやでもこの昼ご飯マジで満足度高いわ。昼寝して回復したんで今からポケモン見ます。昼寝したって言っても寝てはなくて目閉じてるだけなんですけどね。でも椅子に座って休憩するよりは横になって休憩した方がいいんで。そしたら次は4時まで英単語帳やります。掃除終わったんで今から整形外科行きたいと思います。今日で最後なはず。着きました。ついに包帯せんくてよくなりました。もう1ヶ月経ちましたからね。晩ご飯は今日もカレーです。明日もカレー。包帯はついにしなくてよくなったわけなんですけど、今月はスケボーやらんように言われました。2ヶ月？ちょっと2ヶ月って長すぎないですか？でも確かにまだ完全に骨がくっついてはないんですよ。だからこっちの方向に力かけると手首ちょっと痛いんですよね。もうそれ以外の動きは全く痛くない。だから腕立て伏せとかプランクとかすんのはきついかも。できたとしてもちょっと痛いかもしれんな。カレーうめ。今日の夜中から明後日の夕方までずっと雨降るみたいなんで、雨が止むまで家引きこもります。前からスーパーにも行かんでいいように食材買っておきました。最近雨予報でも結局全然雨降らんかったから一日中雨降るとかめっちゃ久しぶりちゃう。多分明日は天気予報通り雨降ると思う。今日は天気予報通りめっちゃ雨降ってます。今日の作業早くも終わりました。動画のデータをパソコンに移動させたんですよ。もうそしたらその流れで気づいたら編集してて速攻で終わってました。別に編集するつもりなかったんですけどね。で時間いっぱいあって、そしたら次はノートの更新しようかな。ブログみたいなやつですね。でももはや文章を書く必要ない気がしてきたな。まず iPhone に音声入力してそれをチャット GPT に修正してもらった方が早いかもな。当然文字を打つより喋る方が圧倒的に早いんで、ただ1個懸念点があって、喋る時の思考回路と文字を書く時の思考回路って違う気がするんですよね。だから勢いで喋るっていうよりは文字を書くつもりでゆっくり喋った方がいいかも。でも音声入力で文章を書けるようになったらもう散歩しながらとかでも書けるようになるんですよ。前から一旦これはね試す価値があるかもしれないですね。昼ご飯です。アラームかけずに文章を書いてたら時間過ぎちゃってましたね。めっちゃ集中できたわ。てか文章を書くのめっちゃ集中力必要なんで、これもやっぱ午前中やった方がはかどりますね。生地一つ完成。てかジーパンで椅子座んの結構しんどくて体にめっちゃ負担かかってんのか背中めっちゃ痛くなりました。やっぱこういう楽な服履いてるとめっちゃ体が楽なんですよ。締め付け感とかも一切ないし、ジーパンね太もも周りとかちょっと圧迫されてる感じあるんで、もうできることなら365日短パンで過ごしたいんですけどね。やっぱ家の中ではスウェット履こうかな。ちょっと椅子に座ってると背中がかなり痛いんでベッドで横になりながらポケモン見ます。体が痛いと何も集中できないですね。なんか久しぶりやわ体が痛いの。今から5時まで英単語の勉強します。晩ご飯は3日連続でカレーです。今日は一歩も外出なかったんですけど、それでもかなりいい一日を過ごせました。でやっぱり明日の夕方ぐらいまでずっと雨予報なんで、夕方雨止んでたら外出たいと思います。しかも明日夕方4時で気温23度なんですよ。これはいい感じですね。
背中が全く良くなってないですね。で背中全体的に痛いとかじゃなくて、もうピンポイントに1箇所痛いんですよ。お腹に力入れたりとか、もはや呼吸するだけで痛いもん。右手首の骨折より生活に支障出るかもしれん。なんかほんまにジーパン履いて座ってたら常にこの辺りに力かかってる感じがあって、姿勢をキープするのがね結構大変なんですよね。ジーパン履いてまだ4日しか経ってないんですけど、すでにシワがめっちゃいい感じです。いやでも座るのがほんま大変やわ。もうこの辺が全体的に結構しんどくて、で座ってるともうお腹とかめっちゃ圧迫されるんですよ。立ってる時は全然問題ないんですけど、であとやっぱりもうちょっとだけ裾短くしようか悩んでる。こう裾にクッションができひんように短くしたはずやのに、まだなんかちょっとだけクッションができてるような気がするんですよね。今外の気温が23度しかないのに湿度が高すぎるんで冷房消してたけどやっぱりつけます。24度にしよう。ジメッとしてるとなんか集中できひんねんな。そしたら今から作業します。今日も動画編集してから文章を書きます。昼ご飯です。さあ今日もやりきった。やっと雨止んだんで散歩行きたいと思います。めちゃくちゃ涼しいです。半袖やと若干肌寒いぐらいですね。でも明日からの3日間また気温高いねんな。秋になりそうでならへん。やっぱりもう一回裾上げするかどうか今めっちゃ悩んでる。全体としてはこんな感じですね。あんまりね裾短くしすぎてしまうと今度は足が短く見えてしまうんで、いやーちょっと難しいな。いやーこんぐらい裾上げしてもいいかもな。外めっちゃ暗いなと思ったらあと6分で日暮れるみたいです。早っ。うおーめっちゃ綺麗やん。池も反射して赤くなってます。池が赤くなったのほんまに一瞬だけでしたね。めっちゃ幻想的やった。今日は鶏米を作ります。まずは焼いていきます。めっちゃ油飛びそう。おーっと油が怖いね。じゃあもうこれでしばらく焼いていきます。Down with the moral majority。 うわめっちゃくっついてる。油がめちゃくちゃ飛ぶ。まがんればまた油拭き取るか。熱っ。でんめ油飛びすぎやねん。もういいかな。そしたらもう誰よじんがりでもいっちゃっていいよねこれね。もうじゃあもうあとタレかけていくだけやから、みんなもうええか、準備ええか。晩ご飯です。めっちゃ遅くなってしまいました。というわけでいただきます。これはやっぱめちゃくちゃうまいですね。ワンピース見るか。おはようございます。寒っ。しかも曇ってるから外めっちゃ暗い。はい、ようやく外が明るくなったんで30分散歩行きます。結構晴れてきましたね。朝に歩くの気持ちいいな。めっちゃ目も覚めるしな。太陽あったけ。今太陽に当たらないと寒いぐらいなんですよ。大阪市内はまだめっちゃ曇ってそうやけど、ここは今めっちゃ晴れてます。1ヶ月後ぐらいにはホットカフェラテも作りたいですね。氷抜いて牛乳温めたらホットカフェラテになると思うんですけどね。ただ氷がないから量が少なくなっちゃうんですよ。コーヒーと牛乳の比率を変えんかったら味は変わんないとは思うんですけど、ただ量を増やすとコーヒーの量がめっちゃ増えちゃうからな。外はめっちゃ涼しいんですけど部屋の中くっそ暑い。スウェット履いて歩いてたんですけど帰ってきた瞬間短パンに履き替えましたからね。気温が15度から22度ぐらいで天気が晴れやったら一生歩いとけますね。だから僕今まで春とか秋って5時間とか歩いてたんですよ。もうでもさすがにそれやめるわ。1日に5時間とかって歩きすぎなんですよね。他に時間使いたいことあるから、もうそういうのは日曜日だけやるとか決めておこうと思います。もう毎日5時間とか歩いてたらもう何もできなくなっちゃうんで、あとシンプルにね歩きすぎると足痛くなります。そしたら今から作業していきます。昼ご飯です。今日鼻水が止まらんくてかなりきついです。
もしかしたら風邪ひきかけかもしれん。体がねめっちゃだるいんですよ。でしかもなんか寒いし、今長袖長ズボンですよ。エアコンもつけてないのに。僕アレルギー性鼻炎あるんで、たまに鼻水が止まらんくなる日があるんですけど、ただ今日は体のだるさもあるんで、これはちょっと怪しいですね。でもしかしたらこの背中の痛みも熱が出る前兆かもしれん。熱出た時とかって関節とかめっちゃ痛くなるじゃないですか。熱出る前から腰痛くなったりとかすることあるんですよ。いや季節の変わり目マジで僕弱い。なんか10月に体調崩すっていうことがほんまに多いんですよ。この気候に体がついていけてない。ここ数日気温はそんな高くないのに蒸し暑かったりとか、家の中の温度と湿度をなかなかいい感じにできなかったです。とりあえずご飯食べたらちょっと寝ます。正直2日前からなんか眠たいなって思ってたんですよね。寝てました。ちょっと熱測ろう。眠たいしめっちゃ暑い。全く熱ないわ。部屋が暑すぎんのか体が暑いんか分からへん。いやでも昨日と比べるとね、湿度だいぶ下がってんねんな。今日は晴れてるし。今日の晩ご飯はサーモンアボカド丼です。僕生のサーモンってノルウェー産とチリ産しか見たことなかったんですけど、これ北海道産なんですよね。北海道の天然の鮭って生で食べれないんですよ。寄生虫がいるんで。だからこれは天然じゃなくて養殖ですね。うますぎ。僕のお嫁においで、例えば著名で有名な哲学者たちも。おはようございます。めっちゃ寝ました。8時間半ぐらいは寝たな。昼ご飯です。やっぱりね、体調悪いですね。全身の関節がちょっと痛いんですよ。もう絶対今日の夜か明日熱出るやんって感じ。今は熱ないと思う。今は熱ないな。背中だけじゃなくて腰とかもめっちゃ痛いし、であともう手足の関節とかも違和感ある。でしかも今日朝起きたら空気全く乾燥してないのに喉めちゃくちゃ痛かったんですよ。うわこれ終わったって思って白湯飲んだら乾燥はなくなったんですけど、それでもやっぱりちょっとだけ喉が乾燥してるような気がする。マジかこれ。今日日曜日やから病院空いてないね。で毎週日曜日は動画撮らずにもう精神と時の部屋に入ろうと思ってるんですよ。精神と時の部屋はドラゴンボールに出てくるやつで、ただ僕ドラゴンボール全然知らないんですよね。で精神と時の部屋っていうのはそこで1日過ごすと1年分の時間が経過するんですよ。だから1日修行したらもう1年修行したことになるっていうことですね。だからそんな感じで動画全く撮らずにもう完全にインプットだけする日にしたいんですよ。もしくは人に会うか、どっちかですね。今からもう一回ジーパン裾上げしに行きます。やっぱりあと 4.5 センチだけ短くするわ。来週の火曜日にはもう完全に秋になるっぽいんで、ジーパンガシガシ履いていきたいと思います。シルエットは微妙かもしれんけど、でもやっぱりこの質感がねかっこいいですね。なんか同じ店に2回行くの気まずいな。しょうがないな。でも店の人に仕上がりはめちゃくちゃ良かったって言っとこう。朝の気温は17度だったんですけど、今日の最高気温30度なんですよね。めっちゃ暑い。朝寒かったのに気温差がすごすぎてね、体がついていかへん。はい、心斎橋到着しました。到着。まさかまた来ることになるとはな。出来上がるの5時なんで、それまで心斎橋にいようと思います。ポケモンセンター行きます。日曜日なんで人は結構いますね。ここ道路広くなったからめっちゃ歩きやすいな。久しぶりに心斎橋のポケモンセンター来ました。マジか。ほんまはこの前梅田のポケモンセンターで買おうと思ってたやつ売ってない。カレンダー冷蔵庫に磁石でくっつけられるやつやったら買うのにな。デザインもめっちゃいい。これ机の上に置くやつなんですよね。隣のジャンプショップに来ました。ドラゴンボールあるやん。漫画読んでみようかな。あと2時間ぐらいあるんでスタバで読書しようかな。席空いてたらやけど。久しぶりにここのスターバックス来たんですけど人いっぱいそうですね。はい、堀江に来ました。堀江はねカフェいっぱいあるし、しかもスタバより静かなんですよね。ここの2階のカフェめっちゃ静かで良かったと思う。ここ行くか。店ここですね。うわめっちゃ人多そう。タバコ吸える店やったからやめとくわ。3階の席がねめちゃくちゃいいです。結局店に入らずうろついてるだけですね。
マクド行くか。一番安上がり。カフェラテだけ注文しました。はい、5時になったんでジーパン受け取りに行きます。はい、受け取りました。梅田に移動してご飯食べてから帰ります。梅田のポケモンセンター来たらラスト2個ありました。親子丼の店行きたいけどあそこ現金しか使えへんねんな。はい、来ました。この店のためにお金下ろしましたよ。カレーうどんまだ食べたことないねんな。いやー、カレーうどんと親子丼どっちも行くのはさすがに量多すぎかな。まだ食べたことがないこれとカレーうどんにするわ。来ました。これどうやって食べんのやろ。なんかついてますね。苦しい。食べ過ぎた。カレーうどんはぶっちゃけ普通でしたね。あの店は親子丼とうどんのセットが一番いいわ。というわけで帰ります。きたー。これガム入ってんねや。しかも1個だけやしめっちゃ小さい。もちろんこれがメインなんでね。サーフ号のフィギュア買いました。はい、まさかのねサーフ号2つ目。こっちの質感めっちゃいいですね。こっち黄色なんですけどこっち金色なんですよ。金色の方がゲームに近いですね。いやー、こいつねなんか好きなんですよね。はい、こんな感じになりました。いやー、いいですね。ほんでジーパンはもう完全に裾にクッションできることないですね。はい、こんな感じですね。裾がまっすぐ落ちてる感じの方が僕は好きですね。昨日結構体調悪くて今日の朝もあんまり良くなかったんですけど今はだいぶ良くなってますね。まあでも明日朝起きた時どうなってるかやな。ちょっとまだ油断はできないです。背中痛くなったのはジーパンのせいじゃなくて多分体調悪かっただけやと思います。どんだけ体に気をつけてても生きてりゃ体調悪い時もあります。でそういう時は無理せず休みましょう。僕昨日ほんまに何もやってないから。てか今日もあんまりできんかったわ。英語の勉強も2日連続でやってないですからね。いや体調が悪いとねほんまに集中できひんから、もうそれやったら休んで回復してからやった方が僕はいいと思ってます。体調悪いの長引かせるの良くないんで。なんか喉の痛みも完全になくなってんな。とりあえず今は元気なんで良かったです。もう健康が一番ですよ。これに勝るもんないわ。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。